はい、こんにちは。柴崎です。お元気ですか？柴崎もおかげさまで、この通り元気に過ごしてます。今日はね、素敵なね、色のお話をしたいと思います。私はいつもね、透明水彩画を描くときには、このね、ホルベインの24色セット、これを使ってね描いているんですけども、ある時ね質問がありまして、このセットで絵は描けるのは分かったんだけども、もう一色ね何か、描いたいなと思ったら何がいいですかねというねクエスチョンだったんですね。でその時ね、私はすかさず答えました。この24色セットでも十分なんだけども、でもとってもね、もう一歩ね、こうパッとね華やかに見せる、そのためのね色が実はあるんだよ。でそれはね、この色です。あれ見えてるかな？これ大丈夫ね。この色です。オペラですね。この24色セットで十分だけども、でももう一歩ねパッと目を引くような、そういう絵を描きたいときはね、これね、オペラピンクなんですよ。そこで今日はどうしてね柴崎がもう一色選ぶんだったらオペラピンクと話したのかね、その秘密を絵を描いてお見せしたいと思います。はい、それでは実際ねやってみましょう。まず形描きましょうね。お花です。こんなねユリみたいなシルエットのお花を描きますよ。ここにつぼみですね。そしてその後ろにこの横向きのユリのような花の形です。ね。こっち側に向かってきてる花びらはちょっと短く見えますよね。さあ、それでは塗ってみましょう。では、ね、今日使うこのオペラです。これをまずお水を加えて薄めていきましょう。だんだん明るいピンクになりますね。こんな色具合です。ね、さあ楽しみでしょう。そしてね、さらにその上に暗いまたオペラをね濃いめにこう出してみる。では花びらを濡らしますよ。こうです。さっと塗ります。ね、このオペラですよ。薄めたやつです。スッとこうです。できるだけ一タッチで塗るようにしましょうね。スッ。はい。さあ、遠くのこのお花も同じ要領で。ね、つぼみもこうです。さて、乾かぬうちにこの濃いめのオペラでスッスッとね、一タッチで描きます。ほら綺麗になってきた。いいですね。ちょっと濃いめのをね少し足してもいいね。表情が豊かになります。素敵でしょ？そしてこのねユリのような花が吹き立ってくるように周りをグリーンで塗っていきます。ほら見えてきましたね。
さらに暗いブルーを出してね、そうすると緑のところにも奥行きが出るしね、花びらが一層際立ってきます。こんな風にね、ちょっとにじましたらいいね。やっぱり水彩はウェットはウェットですよ。ちょっとこうはみ出たからね、取っちゃおう。さらに今度はイエローのディープですね。ところどころにこうやって置いていきます。そうするとこれも自然にこう混ざりますね。水の力っていうのは本当に偉大ですね。絵がずっと楽しくなりました。さあ、ちょっと形をね、詰めてあげて。さあ、見えてきたね。そうしたらこれ、ひっかきです。ぐっと。いくよ。もう思い切っていこう。これね、ぐっとひっかきます。ひっかきがまだ上手じゃない方、練習しましょうね。ね。こんなんでほら、葉っぱの雰囲気も出ますよね。さあ、ここに、ね、明るいブルーをこう日陰に加えるんですね。そうするとどうでしょう。花がね、すごく立体的になったでしょ。あまりいじりすぎないことね。こんな風に花のスピラルね、先端のところ少し薄めたブルーを塗ります。そうすると花びらがこう反り返った感じになるね。これはつぼみだからこっち側塗るとこれも立体的になります。ね、この花びらの側面を塗る。みんな同じ考えですね。こうやって花びらの先端が丸まったところもほら合格ですよ。さあ、立体的に見えてきましたよ。そうしたら今度は濃いめのオペラで点々点々とね、このつぶつぶの模様を描きます。いいでしょうね。こうやって特徴を表現してあげます。ね、見えてきたぞ。それでもう一回ね、さっき引っかいたところ、この茎と葉っぱのとこね、こういう具合に書き起こすんですよ。スッとね、こういう素早いタッチです。ね。どうでしょう。綺麗になってきた？ね。また、これイエローね。ちょっとこうね、出すといいね。ほら、葉っぱがそれ返ってくる。そして、ね、これだけもう奥行き、そして空間が見えてきましたのでね。いよいよ仕上げですよ。この花びらの中にね、おしべを、ほら、ね、黄色い純色を厚塗りして表現します。はい。綺麗でしょ？ね。楽しく見えてきたね。ちょっと引っかいてあげよう。さあ、どうかな？そして、ね、いらない水の線を消してみよう。いいね。
はい。ね、マリオこれで剥がしていきます。どうなったか楽しみだ。さあ、どうでしょうか。はい、出来上がりです。はい、書き上がりましたよ。ねえ、オペラですよね。綺麗ですよね。うん。ちょっとなかなかこの色、他の絵の具では出しにくいですね。で、ここでお話したように、オペラにね、水を加えて、明るいね、オペラのピンクから、だんだんね、濃いめのオペラのピンクまで、それをこの中で変化させたんでしたね。参考になりましたか？そしてそこにちょっとね、ブルーを加えて日陰の、表現。もうこれだけです。ね。とってもいいですよ。ぜひ試してみてください。オペラはね、本当になんか蛍光カラーみたいなね、パーッと目を引いて、絵が一瞬で華やかになります。はい。今回は、柴崎がもう一色使うとしたら、ということで、それはオペラですよ。ということで書きました。ところで、私ね、メンバーシップをやっています。メンバーの皆さんたちにね、限定の、ライブ配信。これをね、僕が絵を描くのをね、ノーカットで最初から最後まで見ていただくものです。そしてでも長いからね、その間にちょっとティータイムっていうかね、皆さんたちとおしゃべりする時間を設けたりして楽しくやってますよ。また私のね、水彩画のデータをダウンロードね、できるようにもなってます。それをまたプリントアウトしてね、お家に飾っていただくのもきっといいと思いますね。その他、様々な特典をご用意していますので、ぜひね、あなたもご参加いかがですか？柴崎は心からお待ちしてます。はい。ということで、もう一度、ちょっと、これですね。はい。オペラピンク。ね。パッ、目が華やかになる。次回も、このオペラのね、使い方、また、別名でお見せしたいと思いますね。楽しみにお待ちください。はい。最後まで見てくれて本当にありがとうございました。それではまた。いかがでしたか？チャンネル登録もよろしくお願いします。